皆さんこんにちは、田中です。まずはじめに、先日 YouTube の登録者が10万人を超えました。お礼を言うのが遅くなってしまいましたが、いつも見てくださり本当にありがとうございます。私は大勢の人の前で話すのがあまり得意ではないので、実生活では4人くらいの前で話すのすら緊張する方なんですけど、画面の向こう側に10万人以上の方がいらっしゃるというのは想像すらできません。これからも自分のペースで楽しい動画を作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。さて、田中ラジオシリーズはおかげさまで好評いただいておりまして、今回で3回目となるのですが、今回のテーマは日本の子どもたちはどうやって漢字を学ぶのかです。日本語学習者の方にとって漢字ってとても大きな壁だと思います。形も複雑だし、一つの漢字にも読み方がたくさんあるので、覚えるのに苦労している方がたくさんいらっしゃると思います。でもそれは日本人も同じで、もちろん生まれた時から漢字を知っているわけではなく、子供の時に学校でたくさんの時間をかけて勉強します。というわけで今回は日本の子供たちがどうやって漢字を習得していくのかということについてお話ししていこうと思います。私が小さかった時は何年も前なので、もしかしたら今の子供たちは当時とは違う方法で漢字を勉強しているのかもしれませんが、私が子供の時はどのように漢字を学んだかを皆さんにシェアしようと思います。まず漢字は主に小学校と中学校で学びますが、小学校では約1000個の漢字、中学校では約1100個の漢字を勉強します。高校では漢字自体は勉強しませんが、国語の時間に有名な日本文学や小説をたくさん読んで、そこに出てきた漢字をその都度学んでいきます。私が子供の頃、漢字を勉強し始めたのはやはり小学校に入学してからでした。学校で国語の時間が1週間に3時間分ぐらいあったんですけど、その国語の時間の中で漢字を勉強しました。小学校に入学したばかりの1年生はまだひらがなやカタカナを正しく書けない子も多いので、まずは漢字より先にひらがなとカタカナの正しい書き方を一通り習います。私は小学校に入学して一番最初の国語の時間のことを今でもよく覚えています。それはひらがなで自分の名前を書いてみようという授業でした。自分の名前をひらがなで書いてみて、先生に見せに行って直してもらうという内容だったんですが、私は幼稚園の時に自分の名前をひらがなで書く練習をしていたので、得意げにノートに大きくひらがなで自分の名前を書いたんですね。それで自信満々で先生に見せに行ったんですが、当時私は文を左から右に書くことを知らなくて、右から左に書いていたんですね。先生から褒められると思ったのに、全部×がつけられて直されてしまって、その時すごくショックを受けたのを覚えています。考えてみれば、幼稚園までは×がつけられるっていうことがほとんどないじゃないですか。その時人生で初めてもらった×がとても衝撃的だったんだと思います。そうしてひらがなとカタカナを一通り習い終わったら漢字の勉強が始まります。今の小学生はどういう教材を使っているのかわかりませんが、私の頃はこんな風に横長の漢字ドリルという練習帳を使ってました。1ページに4個くらいずつ漢字が載っていて、国語の時間の最初の10分くらいを使って4個ずつ習っていくというようなものでした。
漢字を勉強するときに先生が口酸っぱく子どもたちに注意していたのは漢字の書き順です。それぞれの漢字には決まった書く順番があります。例えば山という漢字を書くときはまず最初に真ん中の縦棒から書かないといけません。子供の頃の私は正直なんで書き順が重要なのかがわかりませんでした。書き順が違っても最終的に正しい漢字が書ければいいじゃんと思っていました。でももっと複雑な漢字を勉強するにつれて書き順の重要性に気づくようになりました。例えば野球のピッチャーが何度も同じフォームでボールを投げる練習をするように毎回同じ書き方をすることでその筋肉の動きが体に染みつくんだと思います。漢字を書くときに今ではほとんど無意識に正しい漢字を書くことができるのは何度もそうやって同じ書き順で漢字を書いたからなんだなと今では思います。さてそれで学校が夏休みになると漢字の宿題が出るんですよね。これが本当に大変でした。漢字をノートに30ページ分ぎっしり書いて夏休み明けにそのノートを提出しないといけませんでした。30ページって結構なボリュームなんですよね。怠け者の私はどうやったらこの宿題を早く終わらせることができるかをずっと考えていました。ある時、そうだ、両手で書いたら2倍の速さで終わるじゃんと思って左手で文字を書く練習をしたことがありました。でもやっぱり全然うまくいきませんでした。手が痛いと言いながら右手を酷使して宿題をやっていました。でもそんな過酷な宿題のおかげで漢字を習得できたんじゃないかなと思います。ただ最近はスマホやパソコンばっかり使って紙にペンで文字を書く機会がほとんどないので、いざ漢字を書こうとした時に思い出せないことがよくあります。やっぱり日常的に漢字を書く練習をしないと忘れてしまいますね。というわけで以上が私の漢字学習体験談でした。漢字に苦労している日本語学習者の方にちょっとでも元気が出ましたら幸いです。お便りコーナー。さて今回は新しいコーナーを作ってみました。このコーナーでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。田中ラジオへのお便りは概要欄のリンクからお送りいただけます。メッセージでも質問でもリクエストでも何でも大丈夫なので皆さんからのお便りお待ちしています。まずはブラジルの B さんからです。もし名前の発音が違ったらすみません。最近私の YouTube チャンネルを見つけてくれたっていうことで日本語の勉強は難しいけどこのチャンネルを見て勉強を頑張っていますとのことです。ありがとうございます。ブラジルは日本から見ると地球の反対側ですけどそんな遠いところでも私の YouTube を楽しんでいただけているなんてとても嬉しいです。次はインドネシアのリーさんですかね。最近お誕生日だったとのことです。おめでとうございます。ケーキのイラストをちょっと描いてみました。素敵なお誕生日を過ごされましたでしょうか。次はマレーシアのスターさん。動画を作るプロセスを見せてもらえませんかとのことでありがとうございます。私自身も動画やイラストはまだまだ上手に作れなくて勉強中なんですが日本語で気楽におしゃべりしながら絵を描く動画なんかあっても楽しそうですね。もしそういう動画が見たいという方がいらっしゃいましたら教えてください。お知らせコーナー。はい、今日は最後にちょっとしたお知らせがあります。田中ラジオは今回で3回目になるんですが、ありがたいことに日本語のリスニングに活用しているという声を
たくさんいただいております。そこでこのシリーズの動画をもっと皆さんの日本語の勉強に役立てていただけるように、田中ラジオ用の単語フレーズリストの PDF を作りました。田中ラジオの動画の中に出てきた単語やフレーズの中からネイティブが日常的によく使うものを集めて例文と一緒に掲載しています。教科書ではなかなか学べない実用的なものを厳選したので、ナチュラルな表現が学べると思います。PDF の中にある QR コードを読み込むか、この部分をクリックするとすぐ該当の動画を見ることができます。イラストもついているので楽しく勉強していただけるんじゃないかなと思います。PDF は各回1ドルにて販売させていただきますが、今回の第3回田中ラジオの PDF は特別に無料でダウンロードいただけます。興味のある方は概要欄のリンクからぜひダウンロードしてみてください。もし役に立ったと思ったら、ぜひその下にある第1回、第2回田中ラジオの分もチェックしてみてくださいね。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。